なみに安保選手の印象というか、はい、僕はなんか正直ああいう人は嫌いです。すごいこう自分と格闘家としてなんかすごいもうなんか屈辱的だったっていうか、立ち技の格闘技をやってる人に、はい、勝つために、はい、これが一番大切だよっていう勝つ要素、はい、なんだと思いますか？なんか僕なりのこう考えなんですけど、よいしょ。はい。おすこんにちは、金子です。まさかの座りで久保選手が入っての動画がこれ多分1本目になるんですけども、すみません、実はですね、もうすでにコラボ撮影してスパーリングとかをさせていただいてあれなんですけど、今回ちょっとそれでちょっと対談みたいな感じでお話をお聞きしたくてこの時間取ったんですけど、ちょっとですね、年末の試合がもう決まっているということで、まだその技術系は外にまだ久保選手が出せない状態なので、すいません、この座りの対談動画が先に出て、はい、年明けてからちょっと技術の交流だったりとか、スパーリングとか、出させていただきますので、そういうことでよろしくお願いします。ちょっとさっきちらっと年末の安保選手との試合が決まったとしまして、ちょっとその辺ちょっと聞かせてもらいたいなと思って、はい、なんかまだルールがまだ現時点ではそうですね。本日なんかオファーをいただいて、ああいうツイッターのやり取りで結構盛り上がっているので、それで来人の方からオファーをいただいて、そうですね、まだルールはちょっと僕はもう何でもいいですって体重とかも出て何でもいいですってことを伝えて。そこからまだっていう感じで、はい、多分これがこの動画が福井さんの動画が出てる頃には試合が出てると思うんですけど、個人的にはやっぱりキックルールみたいなっていうのはあるんですけど、本当ですか？やってそうでやってないというか、個人的には、ギリギリこの木なんですかね、いい時期がかぶってないというか、あれなんですかね。そうですね、安保選手は僕が67.5のベルター級でチャンピオンだったところは、65キロの階級でやってましたね。で、僕が3年間防衛して、ベルトを返上したベルトを、かけてノイリ選手と安保選手トーナメントでやられてたので、そうですね、僕がそうです、引退した時に、彼がベルター級に来たっていう感じなんで、ちょっと階級でいうと時期がかぶってないっていう、ギリギリかぶってないから見れなかったカードっていう、しかも、個人的にはやっぱ久保選手のキックの試合も見たいなっていうのがあって、期待はしてたんですけど、ちょっとどっちになるかは分からないということで、そこはこの動画が出た頃にはもう決まってると思うんで、その辺はちょっと、ワクワクしながら待ってたいなと思うんですけど、もう僕的には何のルールでも。なんか僕が目指すとこはやっぱそこだったというか、やっぱMMA にやっぱり来た理由もなんかその朝倉未来選手や八千選手とコラボさせてもらった時に寝技の展開をちょっとやってもらってるんですよね。もう寝たら何もできないっていうのがすごい自分と格闘家としてなんかすごいもうなんか屈辱的だったというか、なんかあんなに立ち技でなんか成績を残せていても結局寝たらなんか弱いってなんかもしかしてそういう総合格闘家の人になんか思われてるのかなとかちょっと自分自身なんか引け目に感じるじゃないですけど、なんか本当にそれが今となっては別競技だって割り切れるんですけど、なんか当時はなんかなかなかそこでなんか思えなくて、それで総合格闘家にチャレンジしたいって思った理由でもあったので、なんか僕としては思ったり何のルールでもいいっていう思いでいます。ちなみに安保選手の印象というか、聞いちゃったのがいい印象は、そうですね、僕はなんか正直ああいう人は嫌いです。なんですかね、なんかどうでもいいっていうか、だから試合それこそそういうなんかなんていうのかな、やっぱ盛り上げるためにじゃないですけど、やっぱそういうなんかトラッシュトークじゃないですけどして盛り上げたりとか、いろいろ炎上させたりとかっていうのはやっぱ僕も結構いろいろね炎上したりとかしていて、その人のことを言える立場ではないんですけど、なんか
やっぱ人としてこの芯がないっていうか、なんかそういう人は僕はこう嫌いだっていうのもありますし、やっぱこうあと試合中にやっぱこうなんかこう MMA ファイターに対してこう投げをして、なんかこうなんかドヤみたいな感じで俺強えみたいな感じでやってる安保大先生を見てですねこうちょっと僕はちょっと星読みしてやりたいなと思ってなんかツイッターでやりましょうよって言いました。はい。久保選手の中で、はい、キックボクサーとして試合をするなら、はい、キックボクサーたるこういうシーンを持って、試合をしてほしかったみたいな強いってことですか？そうですね、はい、すいません、なんかそんな思いです。やっぱりこうせっかくなんかこの前の前回でいうとパトリック選手とやった時は結局要は相手はそのキックルール初めてなわけじゃないですか。でやっぱこう自分の土俵に合わせてくれた選手に対してはやっぱり僕はリスペクトを持ってやはり挑むべきというか、そこをこうなんかこうまあね、その試合中だからそんなね関係ないとかそういう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、でもそこはやっぱりこうなんかこうクリーンじゃないですけど、やっぱこう思って僕は、競技者としてそういう風にやってもらいたいなっていうところがあって、それでこうはいなんかムカつくなんじゃないですけどつけてやりたいなと思って、でそこをこうやっぱこうもうどんなルールっていうか彼がなんですかね、そういう別にどんなルールでもいいんですけどその試合中にそれでこう心を折ってやるじゃないですけど、そういう試合展開をもうしたいなって思ってます。じゃあですね、多分安保選手が二足全然弱くて、はい、もうプレミナリーとかその辺でやってる選手がそんなことしても別にイラつかないけど、はい、トップクラスに立った人間がそれをするなよっていうので、そうですね、はい、やっぱこうすごい真似する、ね、選手、彼もめちゃくちゃ強いじゃないですか。でも本当に世界でもトップクラスの選手ですし、もうめちゃくちゃ強いっていうのは、ね、K1 チャンピオンになってるんで、それは皆さん分かっていると思うんですけど、やっぱその選手がこの、ね、反則したりとかしてトップロープでなんかもうやった方がいいよとか、なんかそういうところをなんか見たくないっていうか、逆にそういう選手を見て憧れてしまう選手が出たらちょっと嫌だなっていうところもあったりとか、本当にそれがトップじゃなくて、なんかその小池先生プレミナリーの、ね、出始めの選手が自分の、ね、知名度を売るためにとかだったら全然パフォーマンスとしてはありだと思うんですけど、なんかこうトップの選手がそれをやってほしくないって思いは本当に強いですね。上がっていくときはやっぱり上を食わなきゃいけないし、上を触らなきゃいけないからですけど、はい、そうね、まあなんか分からんでもない。あとちょっと個人的に気になったのは、やっぱキックから総合に全然違うじゃないですか。その久保選手が感じてる壁というか、この辺も多分もちろん言えないところがあるかもしれないんですけど、その大変な部分だよ、自分の中でぶち上がってるものとかっていう、特に今キックやってて総合に行こうとしてる人がいたらこういうところを気をつけた方がいいよとかいう、なんか移行したファイターとしてのなんていうんですかね、アドバイス系に久保選手が実際に感じたことみたいなことをちょっとお聞きしたかったりするんですけど。そうですね、正直に言うと僕はやっぱこう結構なんか舐めてたって言ったらちょっと言葉は悪いんですけど、いけるなっていうなんかこうちょっと思いがなんかこう強かったというか、なんかそこがやっぱそれこそ僕が初めて2021年ですかね、9月に太田忍選手とやった時が、大体ブレイブジム入って練習させてもらって3ヶ月ぐらい行って試合出させてもらったんですけど、ちょっと正直いけるなっていうか思っちゃったところがあって、でも全然試合は違くて、もう本当にどっと疲れたんですよ。なんかもうなんていうのかな、全然違うなっていう疲れがあって、なんかその辺が本当にやっぱり、最低でも1年はやらないと全然別競技だなっていうのはすごく感じて、なんかこれからもし総合格闘家からキックボクシングから総合格闘技って結構いろいろ行ったり来たりする選手もいれば、結構両方やったりいろんなタイプの選手がいると思うんですけど、結構、別競技だなっていうところもあったりとか、
あとはやっぱファイトスタイルによってすごいこう全然違うんだなっていうのはすごい感じました。僕とはやっぱり距離感で戦うタイプで、そこでこうバンとキレでカウンターを取ったりとか、その倒すタイプの、ファイトスタイルだったんで、やっぱこうそこによっても違うというか、なんかこう自分からこう打ち合って倒すっていう人って結構打ち合いってもうゼロ距離のところがあるじゃないですか。だから結構あんまり距離感っていうところはそこまで重視しないことも多いかと思うんですけど、なんかやっぱ全然違う競技なんだなっていうのはすごく自分のやってみて感じたので、もしその挑戦する方とかがいたら、はい、デビュー戦はレスラー相手にはやめた方がいいです絶対タックル切れない、すごいこうそれつけられてしまうっていうのはやっぱり、僕の経験上あったので、そうですね、そこはなんかすごく感じました。はい、ありがとうございます。多分この後あんまり話が長くなると、あれだと思うんで、ここだけじゃあ僕が他にも聞きたいことあるっちゃあるんですけど、1個絞るとしたら、久保選手の中で、立ち技の格闘技をやってる人に、どこでいこうかな、じゃあもう勝つために、これだけは絶対にやっておいた方がいいというか、これが一番大切だよっていう勝つ要素を、準備というか、試合前にしておく準備で一番大切なものって何だと思いますか？なんか僕なりのこう考えなんですけど、なんかもうやっぱこういくつもこう試合展開というか予想しちゃうと結構もう頭でっかちになって、実際その通りになかなか試合って動けないじゃないですか。で僕はもうストーリーを3パターン決めてて、3パターンだけに絞って、それでその自分が一番いい展開の時と、それを拮抗する時と一番最悪のパターンを想定する時って大体その3つのストーリーで自分の頭の中で想定してるんですけど、それでなんかこう試合になんかこう自分のカードを用意していくじゃないですけど、そういうふうにこう試合前はマインドをセットするじゃないですけど、なんか一番自分が思い通りにいったパターンで、あまり拮抗してるパターンで、最後が、全然自分が劣勢になった時っていう感じで用意したりしてます。なんかでその劣勢になった時に、それをカバーするための練習をするみたいな。それで戦略立てて僕の中ではやってます。ありがとうございます。僕もそうです自分が、その聞かされたとか、自分がこう不利な状況になった時に、どうしとくかっていうのをカード決めとかないと、勝てると思って、なんか聞かされてフッてなったらもう想定してないとパニクっちゃって、そうですよね、動けないので、引いててやっぱ大切だなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそろそろ久保選手の練習が、すいません今日はありがとうございます。すいません、もう本当にいろいろ教えていただき、こちらこそ今日はありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあこの後というか、また年が明けたらですね、また久保選手の技術交流やスパーリングの動画、上げさせていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。おし、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。おし、じゃあすいません、ありがとうございます。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に